今日は14 7月14日。フランスの各地で花火が打ち上げられ、フランスのテレビの大半ではシャンゼリゼ通りでのパレードが放送されている。なぜ7月14日はフランスにとって記念すべき日なのだろうか。この質問に答えるために18世紀のフランスに遡ろう。フランス革命以前、フランスはアンシャンレジームのもと、聖職者、貴族、平民の3つの身分に分けられていた。啓蒙思想が広まり、苦しい生活を強いられていた平民の不満が高まる中、1789年にフランス革命が勃発し、1799年に終わりを迎えた。フランス革命が起きた主な原因は、アメリカの独立戦争で大金を使ってしまったため、財産赤字になる。財産難を乗り切るため、絶対王政のルイ16世は特権身分から税金を集めようと議会を開いたが、特権身分の聖職者と貴族に拒否され、王は議会を解散することを決意。しかし、第三身分は国民議会を結成し、憲法を制定するまで国民議会は絶対に解散しないと宣言した。これをテニスコートの誓いという。そんな中、1789年7月14日に決め手となった出来事が起きる。それがバスティーユ襲撃事件である。ルイ16世は国民の支持を得ていたネッケルを罷免し、国民議会を黙らせるために軍隊をベルサイユ宮殿に収集した。それによって平民を怒らせ、平民は弾薬を手に入れるためにバスティーユ牢獄の周りに集まり、武力を確保しようとした。バスティーユ襲撃事件をきっかけにフランス革命が全国で広まった。その後、国の新しいリーダーとしてオーベスピアルが現れ、恐怖政治という残酷な対応策を行い、たくさんの反革命者が殺害された。その勢いで革命者は1792年8月12日にチュールレイ宮殿を支配したことをはじめに徐々に権力を手に入れていった。では、悲劇的な運命を迎えたマリー・アントワネットやフランスのルイ16世がギロチンされたのは聞いたことがあるだろう。なぜこのようなことが起きたのだろうか。バスティーユ襲撃事件後、ルイ16世は妻マリー・アントワネットの出身地オーストリアに逃げようとする。これがバレンヌ逃亡事件である。しかし、この逃亡計画は失敗し、ルイ16世は国民の信頼を失う。そしてなんと、バルミーの戦いの後、ルイ16世は自分が考案した首が切れやすいギロチンで公開処刑された。妻のマリー・アントワネットも殺人犯や泥棒が集まっていたコンセルジュリーといった牢獄に囚われることになり、ギロチンにかけられた。薄暗く水だらけで悪臭が漂っていた藁のベッドしかないコンセルジュリーの狭い牢屋では、パンがなければお菓子を食べればいいじゃないと貧しい市民も理解しようともせず豪華な生活を送っていたジョーさえも病気にかかってしまい、出血多量や子宮体がんなどになってしまったことによって天使並みに認められていた美貌まで失われてしまった。マリー・アントワネットは主に3つの犯罪を犯したと非難された。それはオーストリアとの内通、膨大なお金の使い方、革命の反対である。また、おそらく嘘だが、息子との近親相関でも疑われ、ジョーは革命者の敵の顔となり、犯してもいない罪を問われ、革命のための道具となった。このように、1793年10月16日にマリー・アントワネットは死刑を宣告され、日中に馬車で、このコンコルド広場でギロチンされた。このように7月14日はバスティーユ襲撃事件が起きてフランス革命の始まりとなった大切な日である。フランスは国民が王の首を切った珍しい国であり、フランス革命によって国王が国を治める絶対王政から民衆が話し合って国を治める共和制に変わり、今のフランスの社会につながった。